皆さんこんばんは。ゼルダ考察の宇野と言います。ブレスオブザワイルドのハイラル各地にあるあの謎の紋章について結構な進展がありました。ブレスオブザワイルド、スカイウォードソード、風のタクト、薬剤の目視録のネタバレがあります。敏感な方はお気をつけください。行きましょう。トゥーンレンダリングの姫たち。僕の最初の方の考察動画で取り上げていたこの紋章なんですが、生放送で視聴者さんのコメントがきっかけで調べてみることになりました。ハイラル各地にあるこの謎の紋章と廃墟たち、結構な進展がありましたので、今回はその報告をしたいと思います。まず今さっき言った過去に取り上げてたという内容なんですが、迷いの森、サマサ平原、ブレッド大地の崖下、クロチェリー平原、ジャラ湖、果ての島、そして始まりの大地にあるのを見つけていたということでしたね。100年前にリンクが力尽きたクロチェリー平原のものだけやたらと規模がでかいというところまで話して、そこからはお話ししていませんでした。それに加えてドイグラン遺跡近くにもあるとの情報も生放送でいただきましたので、確認してみたら本当にありましたね。ありがとうございました。この謎の紋章を含む謎の廃墟たちはブレワイの100年前を描く薬剤の目視録ハイラル平原ステージでも元の建物と思われる綺麗な状態で見かけたので、それほど古いものではない可能性が高いです。ここは駐屯地でしたね。薬目作中のクロチェリー平原ではあの紋章が入っている茶色い建物が見つからなく、果ての砦と同じような建築の砦が並んでいました。ゲームの作りやすさという都合上そういう設定に変えたんでしょうね。こじつけて考えるなら、このクロチェリー平原のものに関してはリンクが倒れた100年の間に建てられて滅んだ建物ってことにもできますかね。ちょっと無理ありますけど不可能ではないかというか、それ以外は考えにくいかと思いました。それでこの紋章、ここからが興味深いんですが、8月7日の生放送の中でこの紋章がある茶色の廃墟は視聴者さんの情報によると、英語では茶色い石の遺跡と訳せるブラウンストーンルインズと呼ばれているそうで、始まりの台地を除いてはハイラルの東の方にしかないとの情報をいただきました。マップで確認してみると確かに東の方にしかないというのが当てはまるんですよね。もし西の方で見つからないものとするなら、僕は前からしつこく言っている始まりの台地が移設していた説や飛べるんじゃないかという説を絡めると、ハイラルの東側に始まりの台地があったという仮説を立てられるんではないでしょうか。この縦長の謎の紋章の上半分は4つの剣プラスを除いた風拓のトゥーンデザインを採用した作品でのゼルダの着ている服にそっくりな紋章があると前から思っていたことを画像付きで生放送にて紹介しました。不思議な帽子については 2D のドット表現ですけど、細かい名前は置いておきましょう。それでスカイボードソードにダンジョンとして出てくる海賊の本拠地に立っている半魚人のトーテムに似ていると視聴者の方に教えていただきました。気になったので早速放送内で確認してみたら、尖った鼻、魚のような尾ひれ、渦を巻いた頭など先ほどの紋章のシルエットの特徴がほぼ一致していたんですよね。それも左右に一つずつ立っていて、中心の道の方を向いていました。これは何か収穫があると思い海賊の本拠地にお邪魔したら、奥に紋章の真ん中に立っている棒と捉えることができそうな模様がありました。最初のトゥーンレンダリング採用作品である風拓のゼルダは自身もその正体を知らされていなかったテトラでしたよね。テトラは海賊で、このトーテムがあるのも海賊の本拠地なんです。明らかに何かを匂わせているんでしょう。今から話すことに関係してくるので、まずこのトゥーン調のデザインが採用された作品の発売順について少しお付き合いください。トゥーン初代の風のタクト、トゥーン調のデザインを受け継ぎながらも少し変えた風タクよりもかなり前の時代のゼルダ4つの剣。イラストが見つからなかったですけど、ゲーム画面での見た目が4つの剣と同じことから、おそらく同じデザインでの登場で、トアプリの後の時代のゼルダ4つの剣プラス4つの剣よりも前の時代で最古のトゥーンゼルダでありながらも、再び風タクゼルダと完全一致なデザインに戻した不思議な帽子。今話したのは発売順です。
4つの剣で一度デザインを変えたゼルダが、その後の不思議の帽子でなぜ風タクデザインのゼルダに戻したんでしょうね。ここの理由は全くわかりません。不思議の帽子の後に、この海賊の本拠地があるスカイボードソードが発売でしたね。皆さんはどう考えますか？ちなみに上の紋章は、時岡のゼルダのパターンから考えると、ハイリアの紋章を表したものなのかなと思いますね。風タクが HD で発売された際に少しデザインが変えられていて、上の鳥のような紋章の足の部分が渦巻きに変更されているのも、これはハイリアの紋章なんですよという表現なんでしょうか。そして先ほど上半分だけが似ているとお話ししましたが、そこから下のただの縦棒になっているロットの部分は何を表しているんでしょうね。ちょっと話は変わりますけど、ひょっとしたらこの謎の紋章と同じようにブレワイに出てくる無限の砂時計や大地の汽笛に関連する地名も東側にしかない可能性もと思い調べてみましたけど、風タクから来ているであろうメドウやテトラ平原が西側にありましたので、それには当てはまらなかったようです。一応調べましたという報告でした。謎が残りまくるこの紋章ですが、今後動画で扱う際の記号として仮に海賊の紋章と勝手に名付けておきます。明日の生放送では西側にこの紋章が本当にないのか、厄災の目視録ではどこのステージにあるのかなど調べて回ろうと考えています。ブツッと切りますが今回は以上です。この動画を楽しめた方は2秒ほどいただいて高評価ボタンをポチッと押していただけるとまた動画作りを頑張れますのでぜひお願いします。このチャンネルではブレスオブザワイルド続編の情報を求めていらっしゃる方がワクワクできる動画を投稿していってます。ご視聴ありがとうございました。